日本語が上手ですね。英語が上手ですね。お箸の使い方上手ですね。目の色が綺麗ですね。鼻高いですね。こんにちは皆さん、カティキャットです。今日は大注意。この5つの褒め言葉は海外の方に言ってしまうともしかして喜んでくれない。なぜ？じゃあスタートしましょう。日本語が上手ですね。まあちょっと相手を褒めたいって気持ちすごく分かってるんですけど、ちょっとただのありがとうございますっていう時に日本語が上手ですねって言ってしまうと、日本に来たばっかりの人は喜ぶけど、日本に長く住んでる人はこれだけで上手ですねって言われたくない人もいます。注意しましょう。私は毎回やっぱ日本人の幸せっていうか、日本人のおもてなしとか優しさはそれですごく伝わってくれるんですね。ちょっとだけでも私の言語を頑張って喋ってくれるから褒めてあげようって気持ちすごくいいと思いますし、ただやっぱり上手な人が上手なところを気づいてもらいたいし、ただのありがとうってもう上手ですねって言われちゃうとちょっとがっかりの気持ちの外国人もいます。 NEXT 第2、英語が上手ですね。それとも何々語が上手ですね。まあ私はドイツ人なので英語が上手ですねって言われると確かに私は嬉しい。ただイギリス人に英語が上手ですねっていうのはどうかなってたまに思います。なんか母国語なのでそれはそうだよなと思いながら、なんでだろうなと思うところもあります。まあきっとまた自分ももうちょっと英語を上手になれたらいいなの気持ちを込めてそれ言ってくれる人がいると思いますが、アメリカ人やイギリス人に英語が上手ですねって言うとみたいな答えが来ることが多いかもしれません。準備はいいですか？第3、お箸の使い方上手ですね。またあえて褒めたいって気持ちすごいわかるんですけど、まあ確かに例えば私のおばあさんかおばあちゃんかお母さんかそういう人に言ってくれると喜ぶと思います。なぜかっていうとやっぱりそういうアジアの食べ物で育ってもらってるわけではないので、まあそんなにアジアの料理食べてないかもしれないから、もう確かにお箸を使うことができてすごいなと褒めてもいいと思いますが、もう日本に何年住んでてその時にお箸が上手ですねって言われちゃうと、正直私がよく答えるのは日本に5年住んで箸上手にならなかったらもうお腹が腹ペコで死んでしまうよ。いや確かに豆腐とかなんかすごいお箸で捕まえにくいものを食べるところができたら、その外国人を褒めてあげてもいいと思います。私も豆腐を取ることができた時にすごく自分に誇りを思いました。なので褒めることはいいんだけど、そこそこのTPO を気をつけながら褒めることはいいと思います。で、観光客とかでも考えるとお箸が上手な方はもしかして日本に住まなくてもお箸の使い方自分の国に習ったし、今日本の料理海外も有名だし食べてる人も多いし、アジアン料理も例えば中国料理とかでも箸海外でも使われてるので、みんなやっぱ海外でもお箸ちゃんと使えるようになってるので、それでもできない人はもちろんいるんだけど、TPO だと思います。ちょっと待ってね。第4、目の色が綺麗ですね。確かに最初に言われた時には嬉しかったんですよ。そうなんだ、そう思ってくれる、嬉しいみたいなあったんですけど、周りのみんなその後で言うの日本人の方みんな目の色はだいたい同じだからねみたいな感じで、なんかその中にちょっと寂しかったのは、この色が綺麗なわけではなくやっぱ違うから綺麗って言われるのはいいんじゃいいんだけど、なんていうか私それは個人のことだかもしれないけど、みんなと違うのは若干嫌なんでそれだけで褒めてもらうっていうか、自分が努力して手に入れたものではないから、よく言われるはよく言われるんだけど、嬉しいも寂しいもそこにちょっと入ってくるかなと。
たまに思います。とこの前にインタビューで聞いたんだけど、ハーフの方の目の色が綺麗ですねって言われてて、どの色がいいですかって聞いた時に、綺麗な茶色ですって言われてて、でもみんな茶色じゃないのって、いや茶色の種類が違うらしくて、そこ私には分からないかもしれないんですけど、逆に海外の方は、例えば私はよくやってるんですけど、自分の目がもっとくっきりするためにカラーコンタクト入れるんではなく、外の周りに黒い縁入れてるんですよ。ってことはこっちの緑の目の私が実は黒目を入れてるんですよ。よく今日は入れてないんですけど、普通に入れてるってことはやっぱりないものねだりじゃないですか、私たちみんな。だからみんなの目の色が綺麗ですよ。あなたの目の色も絶対綺麗ですよ。俺が相手だ。5番目、大注意、鼻高いですねで、褒め言葉結構気をつけなくちゃいけないことなんですよ。なぜかっていうと、日本ではきっと鼻高い方がちょっと憧れとかのあると思いますが、実は海外ではまた逆版で、結構いろんな、例えば女性がそれにコンプレックスを持ってしまうんですよ。鼻が高すぎて私の顔が可愛くないとか、手術で鼻を小さくする方もいるんですよ。なのであんまり鼻高い方に鼻高いですねって言っても相手が喜ばないっていうか、逆にちょっと傷ついてしまう可能性があるんですよ。鼻もそうだし、顔小さなイタリア人の方、私の知り合いの前に行ったんですけど、本当に顔小さい方でみんなが褒め言葉で顔小さいですねって優しく言ってあげたんですけど、実は相手が毎回傷ついて、俺顔小さくないから君の顔大きいだけだよみたいな答え出してしまい、文化の違いってすごい分かってるんですけど、さすがにそういう大きいと小さいとか人に言ってしまうと相手を傷ついてしまう可能性が結構ありますね。なので鼻高いですねの言い方は気をつけましょう。よろしくお願いします。じゃん。皆さんどうでしたか？この5つの褒め言葉はいいところはすごく良いと思います。相手を褒めてあげるのもすごくいいですと思います。私も毎回いろいろ言われてすごく喜んでるんですが喜んでない可能性の方もいるから、ちょっと気をつけましょう。これからもね、日本の方と海外の方がみんな仲良く友達でいけますように応援してます。皆さん見てくれてありがとうございます。関連動画もいっぱいあるのでぜひチェックしてください。チャンネル登録よろしくお願いします。またね。いいね押してね。バイ。